皆さんこんにちは。今回はアベレージ関数の基本です。アベレージ関数は選択した範囲の平均を簡単に出すことができる関数です。それでは実際にやってみます。このような簡単な表があります。このブドウの売上の1月から6月までの平均をここに出してみます。まず平均を出したいところをクリックして選択します。そしてホームタブの右の方にあるオートサムの横にある下向き三角をクリックします。平均がありますので、これをクリックします。もしくは、この数式タブを開いても、オートサムがありますので、この下向き三角をクリックして、この中の平均をクリックします。すると Excel が自動で範囲を選択してくれます。この範囲で良ければ、このままエンターキーを押します。すると、ブドウの1月から6月までの売上の平均を出すことができました。数式バーを見てみると、このような式になっています。これは C3 から H3 の平均という式になっています。次にリンゴの平均を出してみます。同じように出したいところをクリックして選択します。そしてホームタブのオートサムの横の三角をクリックして平均をクリックします。すると今度は範囲が上になってしまっています。上に数字があると上の数字を優先してしまいます。なので自分で正しい範囲を選択します。リンゴの1月から6月までをドラッグして選択します。そしてエンターキーを押します。するとリンゴの売上の平均を出すことができました。次にバナナの平均は違うやり方で出してみます。平均を出したいところをクリックして選択します。そして今度はこの数式バーの横にある FX というこのボタンを使います。これは関数の挿入ボタンでここから使いたい関数を選ぶことができます。クリックして開いてみます。このようなダイアログボックスが出ます。関数の分類、ここはすべて表示のままにします。そして関数名のところにはいろいろな関数がアルファベット順に並んでいます。平均はアベレージという関数です。A なのですぐ見つけることができますが、ここから検索することもできます。アベレージを検索してみます。アベレージとそのままアルファベットで入れてもいいですし、平均と入れても OK です。そして検索開始をクリックします。するとここにアベレージがありますので、これを選択して OK をクリックします。するとこのような画面になります。ここは文字が黒くなっているままで、平均を出したい範囲を選択します。バナナの1月から6月までですね。そして OK をクリックします。するとバナナの平均を出すことができました。次に後から数値の修正をした場合です。まず桃の平均を出します。出したいところを選択して、ここから平均をクリックして範囲を選択、エンターキーを押します。これで桃の平均が出ました。そして例えばこの6月の数値を修正した場合、1440から3440に修正します。ここを見ていると、エンターキーを押すと、このように後から数字を修正しても、平均の値も自動的に修正されるようになっています。次に1月の平均を出して、出したところを選択します。選択するとこのように右下に小さい四角がありますので、ここにこのようにカーソルを合わせます。すると黒の十字に変わります。
黒の十字に変わったら最後までドラッグします。すると一気に1行全部に平均を入力することができました。このままでもいいですが、この小数点が少し見づらいので、小数点をなくしたいと思います。まずこの縦の列をドラッグして1列全部選択します。ホームタブの数値というグループの中にこのようなボタンがあります。カーソルを置いてみると、小数点以下の表示桁数を減らすと出ます。これを1回クリックします。すると小数点が1桁減りました。もう一度クリックするともう1桁減ります。ちなみにこっちをクリックすると増やすことができます。減らす方を何度かクリックすると小数点がなくなって見やすくなりました。この下もドラッグで選択してこれをクリックします。するとこのように小数点がなくなって見やすくなりました。一つ便利な方法を紹介します。この数字をドラッグしてすべて選択します。平均を出したい空白のセルもすべてまとめて選択します。この状態でオートサムの横の三角をクリックして平均をクリックします。するとこのように一気に全部の平均を出すことができました。今回はアベレージ関数の基本を紹介しました。最後まで見ていただいてありがとうございました。